DIY の電動工具はこれ。今回は前回の動画で紹介しましたこのジグソーのブレードガード付きのジグソーベースですね。こちらに部品を付け足しまして、クランプ定規にはめ込んでこう送れるようにジグソーガイドを作ります。非常に簡単に作ります。で、以前紹介したこれ自作のものですけども、このようなものにも使えます。簡単に作れますので、これを今回紹介します。で、これは今回使用する材料です。前回 9mm 合板で作っていますので、この 9mm 合板と同じもので切り出しています。8mm 用のノブが2個です。M8 で 30mm の長さのボルトが2本で、六角ナットが2個ですね。スプリングワッシャーが2つで、ワッシャーを4枚使って高さ調整をしますので、ワッシャーは4枚です。このような形になります。こうですね。で、同じ長さのものを2枚です。で、ここに来ます。で、手前にこのようにアームがついて、こちらにもアームがつきます。このような形ですね。簡単な作りです。自作のものですけども、自作のクランプ定規ですけども、市販のものも使うことができます。こうですね。こうなります。このパーツを作ります。こうですね。こう2枚を貼り合わせます。瞬間接着型でやります。はい、今接着したものです。こうです。このようになりますので、この部分が稼働します。溝加工をします。では2つ同時に加工します。8mm で長めのスリットを作ります。今このように加工をしました。こうで、こうです。こうなります。こうですね。で、こちらがで、後ろ側は後ろのこうです。で、ここが当たりますので短いです。一応中央に穴を開けます。では裏側からナットを埋め込みますので、埋め込み加工をします。
それではここですね、こう滑る部分はこのようなローですね、ローをこう塗ってもいいです。ローを塗ってもいいですし、このような超高分子量テープですか、滑りを良くするテープがあるんですけども、これを貼り付けてもいいと思います。何もつけなくてもできますのでいいですけども、より滑るようにするにはこのようなものを貼り付けるといいです。前後のアーム部分を作ります。こうですね。こちらは合わせます。こうです。で後ろは当たりますので短くしています。こうです。これはジグソーによって変わります。位置合わせをしました。で、外します。補強のためにネジ止めをします。でこちらは面積が狭いですので4本打ちます。強度のために。こちらは2本でいいと思います。今回のジグソーはここが当たりますのでこうなってますけども、他のジグソーの場合ここまできちんと取れますよね。ジグソーを取り付けます。はい、では組み立てます。こうですね。こうなります。ワッシャーとスプリングワッシャーとワッシャーですね。下に突き出ないように少しかさ上げしています。これで完成ですね。クランプ定規の幅に合わせてこうです。密着させてはい、これで完成ですね。このような市販のものがあります。このように合わすことができます。それではテストカットをします。板はワンバイ材、長さは 52.5mm あります。厚さは 19mm 厚です。こちらは動画で紹介したことがありますクランプ定規です。
はい、切れました。まっすぐ切れてますよね。はい、こうです。切断部分のすぐそばに線を引いています。これでわかると思います。次は市販のものですね。市販のアルミ製のクランプ定規でやってみます。はい、でもう寄せるこちらに押し付ける必要がありませんので、下にグッと押さえて前に送るだけですので楽ですよね。こちらも切断線の横に墨線を引いてますけども、平行にずっと切れていってます。3回同じように切りましたけども、ブレードガイド全く削れていません。こうですね、全くというか削れていないです。このくらいですのでまだまだ使えますよね。前回作ったものはブレードガイドはこのように片方だけの穴でしたけども、反転しても使える、こうですね、反転しても使えるように両方に穴を開けました。摩耗すればこちらが使えるというふうにやっています。はい、では今試し切りをしました。同じ板から切り出しました。同じとこですね。こうです。このようにジグソーでも直線が切れるようになります。で今回特にこのガイドを作ったことによって送るのが楽になりましたので、簡単にパーツを足すだけでこのような形になります。ブレードガイド付きのジグソーベースですね。これは前回のものですけども、に定規に挟めるパーツをつけてジグソーガイドとしました。でこちらやはり使いやすいのはこちらですよね。押さえつけなくてもいいので、簡単に作れますので、今回はブレードガイド付きのジグソーガイドの紹介でした。ありがとうございました。